皆さんこんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。新しい順にアルバムの感想をつぶやいておりますが、今回はアルバム未収容曲のうちの一つとなるオンセットについてつぶやかせていただきます。最新の From Now On が出た今となっても、このオンセットが一番好きなインスト曲だという方も多いんじゃないでしょうか。以前の動画でもつぶやきましたが、私はバンメ沼にハマって皆様がいるようにアルバムやシングルを買い集めていたわけですが、今でもこのオンセットだけは音源を入手できておりませんので、聞くためには ZEP 東京でのオフィシャル MV か特典についていた青球児の映像に限られていましたが、オフィシャル MV は海外のリアクターのものも含めるとやっぱり100回以上聞いてしまってますね。私は知らなかったのですが、コメントでいただいた情報で、シングルのグローリーとバブルを初回同時購入された場合の特典として CD 音源が入手できたとか、羨ましい限りです。関係ないですが、シングルの愛と情熱のマタドールとメイドインジャパンも入手できていません。話をオンセットに戻しますと、まず全般的な感想を言うと、何よりも初心者が聴いても分かりやすいというか、キャッチーというか、インスト曲なのに歌を聴いている感じというか、そんな感じです。私が初めてこの曲を聴いたのは、私がまさにバンメヌアにハマろうとしていた時で、YouTube の MV を漁っていた時なのですが、最初に聴いた時の第一印象は、まずインスト曲があるということに驚いたのと、ほんまに演奏めっちゃうまいやんでした。まず最初にライブでこの演奏クオリティだということが信じられない感じでした。当然 MV 化するにあたって補正しているとは思うのですが、バンドメイドはライブがいいなと最初に思ったのはこの MV を見たからだったと思います。それでは MV に沿って順に超個人的感想をつぶやかせていただきます。冒頭のイントロみたいなところの入りは、ドラムのロールとギターの鳴りが、何が始まるんだろうという感じで始まってワクワクする感じになります。正しいかどうか分かりませんが、曲構成としてはイントロがこの部分だとすると、サビまでが3つの構成になっていると思いますので、A メロ、B メロ、サビ前、サビと表現させていただきます。それで A メロのところでギターだけで始まって、途中からベイドラが入ってくるのですが、このギターだけのところのミンチョと小鳩さんのギターのミックスがめちゃくちゃいいですね。ベイドラが入るところのあーちゃんのバスドラがシンコペーション的な感じで、同時にハイハットを両手で叩いているところが MV のシルエットも含めて最初の大好きなところです。それで B メロで一瞬ドラムはバスドラだけになって、その後タムとスネアのフレーズになりますが、小鳩さんのリズムギターもかなりいい味を出していて、めちゃくちゃいい感じになってます。で、サビ前のところになるわけですが、ここのリズムが音楽理論とかを全く知らない私にとっては何拍子なのかわからない感じですが、特にドラムとベースのリズムパターンが複雑でどうなってるんだろうと思うと同時に、気持ちいいリズムとメロディーでサビへとつなぐ盛り上がりになっていると感じます。それでサビになってミンチョのタッピング奏法のところになるわけですが、ミンチョって超絶技巧派ではないですよね。でもミンチョのギターって何か心に来るというか、聴いていて気持ちいいというか、聴いている見ているこっちが楽しくなる感じがするんですよね。サイちゃんのボーカルにも言えることかもしれませんが、うまいんですけど、うまいからいいなっていうんじゃなくて、何なんでしょうね、この美味しい料理を食べてる感じというか、この気持ちいい感覚はって感じです。ベースラインもめちゃくちゃ良くて、サビの最後のところでは小鳩さんのリズムギターが存在感バッチリな感じで聞こえてきます。
それで 2A は普通に A メロの繰り返し的な感じなのですが、2B のところは最初からアーチャのタムのフレーズが入ってきて 1B と変えてくるところがバンドメイドらしいというか、すごくいいところです。で、サビ前のところになりますが、ここも小節が少し長くなっていて、2サビをさらに盛り上げていく感じになっています。そこから2回目のサビに入りますが、ここで同期音源が目立つ感じで聞こえてきます。最初聞いた時は小畑さんが弾いてるのかとびっくりしたのですが、映像を見るとそうでないのがわかります。私は同期音源以来ではないのですが、海外のリアクション動画とか見てると、最初にこの部分に触れた時、ここの演奏いいねみたいな反応していると、あ、私も最初はそう思ったけど、それ同期音源ですよ。あんまり言及してもダメですよねってなんか思っちゃいます。余計なお世話ですよね。関係ないですが、MV でのあーちゃんを後ろから撮っているこの部分がなぜかめちゃくちゃ好きなんですね。2サビ終わりでベースソロになりますが、ここで私は初めてミサさんのピッキングからスラップへと切り替えるところを見たわけです。嘘やろって思って何度も見直しましたね。ひときわ高い歓声が上がるのもいいところですね。で、これも関係ないのですが、MV でのこの小鳩さんの後ろ姿がなんか好きです。次にギターソロに移りますが、最初のトレモロアームのところがすごく好きなのですが、他のお給仕映像とかでトレモロアームなしの時もあるので、その時はなんか少し物足りない感じになります。それで次がリズムギターソロ的な感じになりますが、この3人ともが主役になるところがすごく良くて、さらにその3人のベース、リードギター、リズムギターが一体となって盛り上げていって、ドラムソロで4人全員が主役になるという演出が完璧です。それで最後のサビになるのですが、ここも変化させてきて、忍者のタッピングが延長された感じで、もうたまらない感じの旋律を奏でてくれます。この延長されて最高に盛り上げたサビ終わりで、最後は A メロがアウトロのような感じで演奏されますが、なんか運動した後の爽快感というか脱力感というか、映画を見た後のスタッフロールを見ている時の余韻というか、MV では会場の俯瞰映像になるので余計にそういう感覚になります。それでだんだんアーチャーのドラムが激しくなっていって、最後一瞬ブレイクしてなんか裏を叩くようなめっちゃいい感じのドラムフィルで締めて、会場の大歓声で終わります。いいもん見たって感じになりますよね。素晴らしいインスト曲だと思います。はい。以上がコンセプトに関しての個人的感想でした。今回は以上です。それではまた次回。